その崩落した頭頂部を道路が通っていた形跡があるので、2階建てみたいになってるところですね。昭和54年に役場に入ったんですね。ああ、その年の6月か7月頃借りれたんですよ。はい、こんにちは、テリーです。こちらのチャンネルでは千葉の秘境をドローンを使って探検してます。はい、で今回探検する場所なんですが、いすみ郡大多喜町にある公文堂跡になります。でこちらはですね、養老渓谷を流れる養老川の遊歩道の途中にある観光名所で、一見両脇に崖がそそり立っているように見えるんですけれども、もともとは140年ぐらい前に山をくり抜いて作った巨大川回しトンネルだったようで、昭和54年に頭頂部が崩落して現在の姿になったということなんですね。で大多喜町の観光課の方から崩落前のお写真をお預かりしてまして、当時はこんなに巨大なトンネルだったようなんです。そして古い国土地理院地図を見てみると、その崩落した頭頂部を道路が通っていた形跡があるので、その辺りもね確認できればと思っております。はい、そんな感じでね、一体どんな景色を見せてくれるんでしょうか。早速行ってみましょう。でそしてこの場所は以前僕の動画にも出ていただいた豊島さんから教えていただきまして、本当はね一緒に行く予定だったんですけれども、予定が合わなくて僕一人になっちゃったんですよ。でそんな豊島さんに感謝の意味も込めて1分ほどね宣伝タイムを使わせてください。現在は自然療法のセラピストさんとして亀山温泉ホテルさんでお勤めなんですね。で長いこと自然と共存する考え方とか、僕も共感できるポイントがいくつかあるんですけれども、そんな豊島さんが今回ご自身の経験をもとに自費出版をすることになったんです。で本の内容を簡単に説明すると、自然の中で体をリフレッシュする休養方法を解説するガイド本ということでね、僕も微力ながらクラウドファンディングで応援させていただいております。そこでねこのチャンネルを見ていただいている視聴者の皆様にもぜひクラウドファンディングを通じて豊島さんの本の購入などをね、ご支援していただけないでしょうか。2000円からでねサイン付きのガイド本が購入できます。でクラウドファンディングのリンクは概要欄に貼っておきますね。もしテリーの紹介でって聞いたら豊島さんも喜ぶと思いますので、どうか、ご支援のほどよろしくお願いします。ではね、ここからが一番近いと、ここが有名な、向こう山トンネル、2階建てみたいになってるところですね。歩いていきましょうか。崩落のため通り抜けできませんとなってる。で一応ここから数百メーターのところにあるということですね。全然紅葉には早かったですね。ああ、すごい。大きいですね、やっぱり。
ごいですね。これもともと上がつながってたんですよね。そうですね、上繋がってたんですよ。ですよね。道路だったんですか。いや、農道だったんじゃないですかね。昭和50年に役場に入ったんですね。その年の6月か7月頃借りれたんですよ。じゃあよく覚えていらっしゃるんですね。ここに水が溜まっちゃって、なんで出てきたかというと、はい入って私も何も分かんない頃だったんだけど、はい当時の課長がこれはこっちへここせき止められちゃって下流にお客さんがいて危ないっていうことで、はいはいはい。休みだったと思うんですよね。夜中に電話かかってたら言ってるしいんだけど、養老渓谷駅に私ともう一人上司の人と一緒に行って、はい養老渓谷駅で降りるお客さんにこういうわけで危ないですよってみんなに呼びかけてた記憶があるんですよ。なるほどなるほど。こここうなっちゃって、向こうダムになっちゃったからっていう今もある土建会社だけど、そこの人がはい。ずっと重機で来て、これで重機でこれを削って、私ね一気にバーっていっちゃっていけないから、徐々に崩してダムになってたのを解消したんですね。ああ、そうなんですね。昔繋がってた時は、はいまあそこそこ綺麗だった。でもその崩落した時のお話ってちょっと貴重ですね。それは地震とかじゃなくて自然にですか。だから多分これ見ると昔こう小さい穴だったのがこうどんどん広がってきて。だって川増トンネルってそもそもこんな大きくする必要ないですもんね。いやだからそれ不思議だなと思ってて。いやでもね、去年の台風9月の18日だと思うんだけど、こっちすごかったんですよ。時は多分ね、この辺その上今歩いてきたっていうところぐらいまで水が来てたと思う。本当ですか。そんなに来てたんですか。その土をね、ボランティアでどかしたんだから。こんなに水位が上がっちゃうんですね。だからそれは特別でね、その時だからそういう水が来れば来ますよね。土管があるんだけど、はい。そこなんかもう完全に1階が完全に水没しちゃって。あ、そうだったんですね。そういう雨が来れば小さい穴でもどんどん大きくなりますよね。じゃあお気をつけてありがとうございました。一応最後にダメ元で、この公文堂跡の上に続く道っていうか、まあそんな道もないんだけど、その道に続いていると思われるところに行ってみたいと思います。多分ねこれをね右に曲がった突き当たりなんですよ。一応ほらここまで来たらさ、ちょっとどうなってるか見ときたいじゃん。通行止め、この先崩落により通行できません、ストップって書いてるな。やめときますか。はい、という感じでね、公文堂跡いかがでしたでしょうか。まさか崩落当時の様子を知る当時のお役所の職員さんと話をさせていただけるとは思いませんでした。そしてね、つながっていた道路を見ることはできなかったんですけれども、ぜひね当時のスケールの大きさを想像していただけたらと思います。でこの動画をね公開する頃にはぼちぼち紅葉も見頃になってるんじゃないかと思いますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、そんな感じで現場からは以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。で来週もね、この豊島さんから教えていただいた秘境をお届けする予定なんですが、千葉県内のね田舎を舞台にした映画のロケ地紹介という内容でお届けしたいと思います。当然ね秘境の探検なんかもあると思いますのでお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。